ジメジメ暑さ吹き飛ぶ冷たいスイーツを作ります。その名はクルフィ。クルフィは牛乳を煮詰めて凍らせたインドのアイスクリームです。インド夫から教わったレシピなのですが、とっても幸せになる濃厚で美味しい味でした。いろいろな味のクルフィがありますが、中でもよく見かけるナッツを使ったクルフィを2種類作りました。よかったら皆様もお試しくださいね。では、早速作っていきましょう。用意する材料は、すべて業務スーパーで購入してきました。牛乳は成分無調整の牛乳を使います。そして、なるべく濃い牛乳を使うことをお勧めします。なぜなら、体感的にインドのミルクは日本の牛乳より濃いからです。日本のスーパーで一般的に売られている牛乳は、成分無調整牛乳や低脂肪乳が主流です。これらはさらりとした口当たりが特徴で、そのまま飲むのには適していますが、インドスイーツに使うと限界を感じることがあります。その理由は少し長くなりそうなので、後ほど牛乳を煮詰めながらお話ししようと思います。続いて用意するメインのナッツは、ピスタチオ、アーモンド、カシューナッツの3種類を用意しました。できれば無塩のナッツが好ましいですが、ピスタチオは塩味しか売られていなかったので塩味付きを使っています。塩味でもそこまで味に大きな影響はないのでご安心ください。そしてこのコンデンスミルクを使います。しっかり甘いので砂糖の代わりにもなるんです。コンデンスミルクを使うと日本の牛乳でも濃厚で美味しいクルフィーに仕上がるのでとってもおすすめなんです。あとはインドでは棒状で売られていることが多いですが、カップの方が家で作りやすいのでマフィンのカップを100円ショップで購入してきました。ここまで準備できたら、ナッツを包丁で砕いていきましょう。分量は右上の表示をご参考にしてくださいね。砕き加減は粗かったり細かかったり、この適当な感じが手作りっぽくて好きです。ナッツを砕き終わったら、コンロの前に移動します。鍋に牛乳とコンデンスミルクが大体2対1になるように、まずは牛乳を約 800ml 入れます。計量カップを使わず目分量で、結構アバウトでも大丈夫です。次にコンデンスミルクを 380g 全量加えます。そして、全体をよくかき混ぜたらコンロの火をつけます。続いて、入れても入れなくてもどちらでも良いのですが、よりインドで食べる味に近づけたい場合は、グリーンカルダモンをひいて加えて、カルダモンの風味をつけます。今回はグリーンカルダモン4個を使っています。皮は使用しないので、剥いて中の実の部分だけ引きます。ひいたカルダモンを温めている牛乳に加えたら、全体をよくかき混ぜ、一煮立ちを待ちます。吹きこぼれに注意して火にかけ続けます。そして、沸騰する一歩手前を察知したら火力を弱火にし、そこから約20分、蓋を開けたまま煮詰め続けます。ここで、材料紹介のところでお話ししていた、日本の牛乳を使ってインドスイーツを作ることに限界を感じるという点について、個人的見解も含まれますがよかったら聞いてください。一つ目の限界を感じる点は、日本とインドの牛乳の乳脂肪分の違いです。インドで使われる牛乳は、一般的に日本の牛乳よりも乳脂肪分が高い傾向にあります。インドスイーツの多くは、この高い乳脂肪分がもたらす濃厚さやコクがとても重要になります。そのため、日本の牛乳だと、どうしてもあっさりとした仕上がりになりがちなんです。二つ目の限界を感じる点は、加熱による濃縮の違いです。インドスイーツの中には、牛乳を長時間煮詰めて水分を飛ばし、凝縮させる工程があるものが多くあります。乳脂肪分が少ない日本の牛乳だと、煮詰めても十分なとろみや濃厚さが出にくく、大量の牛乳と膨大な煮詰める時間が必要になることもあります。ちなみに、インドでは牛乳だけでなく、バッファローやヤギのミルクもよく飲まれています。夫によると、バッファローのミルクは牛乳よりも味が濃厚なのが特徴だそうです。そのため、チャイやスイーツを作る際により美味しく仕上がるとして、バッファローミルクを好んで買う人が多いそうです。もしかしたら、バッファローのミルクを飲むの
と驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんね。私も最初はそうでした。実際に、夫の地元でチャイが美味しいと評判のお店で店主さんに作り方を聞いた際、ミルクはバッファローミルクを使っているんだよ、と教えてもらったんです。その言葉は今でも覚えていて、私が日本で同じように作っても、どうも納得のいく味にならないのは、まさにこのミルクの違いだったのかと、深くうなずけました。これらが、私が今まで日本でインドスイーツを作ってきて感じた限界の理由です。コンデンスミルクを使うことで、ミルクの乳脂肪分の濃さの違いを補うことができるので、理にかなっているのではないでしょうか。日本の牛乳で作っても、まるでインドのクルフィみたいに濃厚な味になる。今回作ってみて、このレシピの最大のポイントはここにある、と実感しています。牛乳と砂糖だけではこのコクは出せないんです。すみません、少し説明に力が入ってしまいましたが、20分煮詰めたら、ここから煮詰めた牛乳を2つに分けて2種類のクルフィにしていきます。一つはカシューナッツのクルフィです。砕いたカシューナッツをトッピング用に少しだけ残して、残りをすべて加えて5分間弱火にかけます。もう一つはアーモンドとピスタチオを加えます。こちらもトッピング用に少し残します。もちろんピスタチオだけで作っても良いですよ。個人的にはミルクのホワイトに映えるピスタチオのグリーンとアーモンドのブラウンがアートのような美しい仕上がりになるので、アーモンドはそういった意味で加えています。こちらも同じく5分ほど弱火にかけます。5分煮込んだら火を止めて粗熱が取れるのを待ちます。最後に出来上がったクルフィの素を型に流します。注げたらしっかり冷まし、表面にラップをして冷凍庫に入れて凍らせます。3、4時間凍らせると表面が少し固まってくるので、残しておいたナッツでデコレーションします。そして一晩凍らせたらクルフィの完成です。
ということで、今回はピスタチオとアーモンドのクルフィーとカシューナッツのクルフィーの2種類のクルフィーの作り方をお届けしました。年々暑さ厳しくなっていますよね。この牛乳とコンデンスミルクとナッツ、そしてお好みでカルダモンを加えて、お家で作れるインドのアイスクリーム、クルフィが、暑さ厳しい夏のちょっとした憩いになりますように。では、また次回の動画でお会いしましょう。フィルミレンゲージ。